ちょっとした工夫でも節電はできますよ。温暖化を少しでも遅らせる目的から、過去に様々試した中で、本当に効果のあった遮熱対策を紹介します。まずは最新の遮熱対策を紹介すると、ベランダから見ればこんな感じです。アルミホイルを窓の内面に貼るなんて、誰でもできることだからみんなやってください。遮熱効果の点で考えれば窓の外側が良いんだけど、外に貼れば強風でやられちゃいますよね。しかも貼っているだけなので冬になれば外せばいいだけです。費用もかからない推奨の対策ですよ。ちなみに右側のパイプはシートを外したウィンドリーダーです。夏場に室内へ入ってしまう熱は、窓からが約 70% と多くの窓メーカーが算出しています。約 70% が本当かどうかは別として、南側の窓に遮熱対策をすることはとても重要。ちなみに今年実施したアルミの反射と、一昨年設置したブラインドカーテンを併用すれば、晴天の10時でもこんな感じです。合わせて遮光カーテンをすることで、南側の遮熱対策はかなり効果的。これらの遮熱対策をし、ウィンドリーダーで早朝に換気冷却できれば、正午過ぎでもクーラーは必要ありません。類似の商品は昔から販売されていましたが、結構高かったので躊躇してました。100円じゃないけど、ダイソーで今年から200円と300円で販売されたので、早速購入しました。日中のエアコンの効率が良くなるとは一般的に言われますが、中の電気部品の寿命を伸ばす目的もあります。真夏で晴天の日は、直射日光がベランダの表面に当たれば相当暑くなります。特に下の階とベランダの面が少しでも重なっている一軒家なら、下の階の熱対策にもなります。ちなみに幅が狭いベランダの場合は壁の影になると思うので、実施前に実際確認してください。なお、写真はウィンドリーダーと併用するため、部分的にカットしています。考えはサンシェードとかと同じですが、影を作ればその箇所の温度上昇を抑えることができます。サンシェードや吉津もいいと思いますが、ベランダに取り付けるのがちょっと大変。また、お昼前後ってなぜか風が強くなる時間帯があって、飛ばされる恐れもありますよね。そんな時は突然の雨に濡れてもいいような、古いシーツや毛布をうまく干せばいいですよ。ちょっとだけ、ウィンドリーダーを紹介させてください。使い方はとても簡単。広い角度の風を部屋に導くこの装置は、ベランダに置いて、外気温が低い時間帯に窓を開けるだけです。なお、シートには、撥水性があるので雨で取り込む必要はありません。ただし、台風や暴風が予報された時には事前に室内へ取り込んでください。この時、風に煽られるので、シートは奥のパイプにひっつけてから取り込んでください。夏の排熱が重要な理由を説明します。7月末から9月の初めは住宅全体に熱が蓄積されるので、電力の少ない扇風機を数時間併用する日もあります。この住宅では屋根にソーラーパネルを設置しているので、日射から受ける熱エネルギーがおおよそ計算できます。2022年8月は1日平均 10kWh の発電を行っており、発電効率 20% としても、ソーラーパネル設置面だけで毎日 50kWh の熱エネルギーが住宅に影響しています。特に夕方が晴れなら西日が壁に直接当たるので、実際にはその 1.3 倍から 1.4 倍ほど熱が蓄積されているはずです。そして最低気温も上昇しているので十分な排熱ができないから扇風機を併用します。
なお、エアコンを使うときは窓を閉める。つまり蓄熱された熱エネルギーを閉じ込めることになります。先にウィンドリーダーで排熱し、就寝時に防犯のためエアコンを使うにしても、それまでの排熱が省エネにつながります。